はい、皆さんこんにちは。クローバースタジオヘッド、笑うなよ。クローバースタジオじゃないか。あれはい、ちょっと待って。クローバーズスタジオヘッドチーフゲームデザイナーの神谷です。よろしくお願いします。しくった。じゃあ早速また質問に答えていきましょう。はい、いきなりこの質問なんですけど、これはね、僕ちょっと一言言いたいことがあってですね、このことがどうこうじゃないんですけど、これが起きた時に思ったこと、この時に僕は当事者なんでものすごく胸に刻まれて覚えてるんですけど、僕のところに僕がツイッターやってたってのもあって、まあメッセージがとんでもない量来たんですよ。メッセージがって今言いましたけど、非難の投稿ですよね。罵詈雑言、とんでもないのがうわーって来たんですけど、どうですか皆さん、この事件終わってみて。あの時僕が何を思ってたかっていうと、これね、今の皆さんの国ではどうかわからないですけど、この日本においてはね、社会問題っていうのかな、いろいろな人の著名人の何か出来事が報道されて、でそれを見た人たちが加熱するっていうね、ことがよく起きていて、で僕いつも思うんですけど、報道あるじゃないですか、週刊誌、新聞、テレビのニュースで、あれってね、まずその出来事の一面でしかないと思うんですよ。こういう人がいる、こういう人がいてトラブルになりました、例えばこの人がこの人に何かされましたっていうのがニュースになったりすると、なんてことだけしからんっていくんですけど、僕思うんですけど、こっちの人の言い分ちょっと聞いてみないと、ここの出来事の本質ってわからないし、評価できないよねっていうのがあって、そもそも評価って言っても他人のことなので口出しするのもどうなんだっていうのが大前提としてあるんですけど、だからその辺のね、友達とご飯食べながらこんな事件あったねって、でどう思うとか、俺はこっちが正しいと思う、俺はあっちが正しいと思うとか、そんなのを別に仲間内で話すのは自由だと思うんですけど、今こういう SNS っていうものがあってみんなが発信できると。で発信する時に一方が悪だっていうふうに、その今見えてる情報だけを受け取って断じて、でましてやその人に対して何か攻撃的なメッセージを送るっていうのは僕異常だと思うんですよね。だから僕はゴシップのニュースとかね、日本にいろいろありますけど、見てもなんだろうな、それを見て脊髄反射でなんだとけしからんとか、こいつは許さんとは僕はならないですよね。僕ひねくれ者なのもあって、人から聞いた話とかも、例えばこの人にこんなこと言われたとかって言われても、そうなんだ許せんなとかって僕ならないんですよ。まずあ、そうなんだ、でもなんでそれを言われたんだろう、なぜそれをやられたんだろう、そのバックグラウンドにある出来事は何だったんだろうなっていうところがまず気になるんで、なんかだからそう、すごいこの僕の身に起きたことっていうのはそれをさらに強く思わせましたよね。もうね、すごかったですよ。僕のタイムラインがドバーって見てる端からリアルタイムでザーって流れてくんで、片っ端からブロックしてやりましたけど、僕のブロック技が追いつかない速度なんですよ。何、俺のブロックを上回るだとって何っていう、そんな話はどうでもいいか。でなんかね、みんな好き放題言ってくるんですけど、有名な人とかもいたよ、僕に対してコメント言ってきて。ほんでこのことが落ち着いてから見に行ったら、しれっとそのツイート消してるんですよ。お前黙って消す前にまず俺に詫びろやと、かっこ悪い真似してんじゃねえぞと。だって SNS って公に対してつぶやいてることなんで、僕が言ったこと間違ってましたってちゃんと謝るべきだと思うんですよね。僕は少なくとも自分が間違ってると思ったら謝るようにしてますよ。こんなんですけど、僕の中にもルールがあるんで、間違ってないことに対しては断固謝りませんけど、間違ってることにはちゃんと謝るんで、あれクソかっこ悪いなと思いましたよね。僕こういうこと根に持つタイプなんで、ぐちぐち言いますよ。はい、ってことを言いたかったんですね、この質問は。はい、そんな風に思いました。はい、じゃあ次。いつのくんの作品についてはどう思いますか。これね、いつのくんと実はカプコンに行った時に、雑談ぐらいはしたことはあったんですけど、飲み行ったりしたことなかったんですよ。で僕プラチナ辞めました。でいつのくんもカプコン辞めてさ、あれ俺すごい意外でびっくりしたんだけど、辞めたタイミングで共通の友達から一緒に飲もうっていう連絡が来て、おおいつのくんと飲みだと思って、で初めて飲みに行って、でそこで飲みながら語り合ってすごく楽しかったん
ですよ。でその時にちゃんといつのくん本人には言ったんですけど、改めてここでも言いたいんですけど、本当に僕いつのくんには感謝していて、一緒に仕事したことはないんですけど、いつのくんね、デビル3から本格的にデビルに関わったのかな。2はね、いろいろあって、俺がね横からぐちゃぐちゃ言うのは良くないと思うんで言わないですけど、いろいろあってみんなが知ってるあのクオリティになって、いつのくんはなんていうかちゃんとプロジェクトをクローズするために最後に助っ人で入ったっていう形で。で多分彼も仕事に対しては本意でなくて、で3でちゃんとやりたいですっていうことで、彼本格的に3からディレクターっていう風になって、でその3に取り掛かるっていう時にちゃんと僕呼んでくれて、いつのくんが思ってる構想を話してくれたんですよ。俺デビル3こんな風にしたいと思ってんだっていう。でそこでいろいろ言葉交わして、であの時にねいつのくんが言った言葉ですごい印象に残ってたのが、いつのくんから見せてもらった構想、それについてお互いいろいろ話しながら、僕も結構好き勝手にじゃあこんなんしたらいいじゃんとか、こんなんどうとかって、俺ディレクターじゃないんで無責任に何でも言えるんで、あんなんどうこんなんどうとかって言ってたら、いつのくんがそれ神谷がやったら許されるけど俺らがやったら許されないこともあんねんっていう。やっぱりデビル2のあの出来事でものすごくユーザーから不満の声が届いて、だいぶそこはいつのくんも神経質になってたっていうのがあって、だからいつのくんやりづらいというか、ものすごく気を使わなきゃいけないところからのスタートだったと思うから、あのプロジェクト本当に大変だったと思うんだけど、やっぱり出来上がったものからはみんなスタッフが楽しんで作ってるなっていうのはもう伝わってきたし、であのクオリティ、あのノリを見て僕もものすごく刺激を受けて、ちょうど僕が狼作ってる時だったかな、並行してデビル3が作られてたと思うんですけど、あれ三上さんだったかな、先にデビル3の開発フロアに見に行ったらしくて、神はあれ見た方がいいぞ、すごいのできてるからって言って、で俺もそれで開発フロア遊びに行かせてもらって、でそこで見たんだけど、いやこれは確かにすげえなって思って、僕自身も刺激を受けてっていうのがあったんで、狼の次のベヨネッタ、これはやっぱり自分の中でもエンジンかかって、あれに絶対負けられないというライバル心が燃えて、しかもベヨネッタ作ってる時にいつのくんはもうデビル4の制作に入っていて、だからちょうどベヨの開発の中盤に向こうはデビル4がもう出来上がってきて、でちょうどね、ほらプラチナのスカイビルってさ、ヨドバシカメラがすぐ近くじゃん。デビル4の体験プレイが店頭でできるって当時そういうプロモーションやってて、でそれをスタッフが「神谷さんデビル4ありましたよ」って言って「もうじゃあやり行こうぜ」って言って、スタッフ何人かって言って「はんはんはん」って触りながら「絶対負けねえぞこれに」ってスタッフ全員すごい熱がこもったっていうのがあって。何が言いたいかっていうと、いつのくんがやったデビル3、デビル4がなかったらベヨネッタはなかったです。あったとしてもあの形にはなってなかったと思います。やっぱりいつのくんが作ったデビル3、デビル4、いつのくんが作り上げたあの世界観とあのノリを見て、あれでものすごく刺激を受けて、絶対負けられない、これにはこれを絶対に超えるっていう思いがあったからベヨネッタがああいう形になったと思うし、そこは本当にいつのくんにものすごく感謝をしていて、ただいつのくんと会う機会がなかったから、わざわざいつのくんのとこ行って「すみませんいつのくんめっちゃ感謝してます」とかって言うのもあれだから言う機会がなかったんだけど、それはねこの間お酒飲みながらちゃんと話せてよかったなと、お礼がだいぶ遅くなりましたけど、よかったなと思いますね。で、今後のコラボはないでしょ。だってこれ概要欄に貼りますけど、小畑くんのチャンネルに出た時に小畑くんもディレクターでやってるから、ディレクター感みたいなのをお互いに話したんだけど、ディレクターっていうのはこれ小畑くんが言ってた言葉で、ディレクターって決める仕事なんですよ。もちろん決める以外にもビジョンを示して決定していくっていうやることはあるんですけど、決定者が2人いるって絶対ありえないじゃないですか。それは分かりますよね多分ね。ゲーム作りの現場じゃなくても何においても決定する人間が2人いる、総理大臣が2人いる、大統領が2人いる、これ絶対ありえないじゃないですか。だからいつのくんが嫌いだとかそういうことじゃなくて、これ仕事として成り立たないんで、なんかみんなよく言うんですよ、悟空とベジータがフュージョンしてめっちゃ強くなったみたいな。こんなことないですから、そういうもんじゃないんで、僕っていう個性があっていつのくんっていう個性があって、自分の個性作家性で作品を作っていくんで、その2人が何かやって良くなるってことは絶対ないですよねと思いますね。なのでいつのくんも何作ってるってこの間発表してたよね。それがどんなものになるのか楽しみですよね。それ見てまた僕も刺激受けてお互い切磋琢磨していけたらなと思います。対談とか僕社員なんでそういうのは別になんかできたらねいいですね。はい。
じゃあ次、なんでツイッターでだけあんなに口が悪いんですか？ YouTube ではいい感じなのに。ああ、これ嬉しいですね。 YouTube ではいい感じなのにって、この言葉がいいですよ。そういう風に理解してもらったら僕はもうそれで十分です。毎日暴れてますよね。まさに今朝もちょっとね、若干暴れながらここまで来たんで、ここは大阪城公園なんでね、公園内ちょっと歩きスマホして暴れながらここまで来たんで、いつものことなんですけど、だから YouTube 始めて神谷さんのパーソナリティを誤解してたとかいうコメント、あれ一番嬉しいですよね。で、自慢じゃないですけど、結構仕事とかでいろんな人と会うんですけど、会うと神谷さんってちゃんとした人なんですねって言ってもらえるのも僕ちょっと嬉しいポイントで、さすがに Twitter のパーソナリティのまま私生活を送ってたらもうそれ社会にいられませんよっていうね、こんな会社作ってゲーム作ってられませんよって話なんで、あれはもうだからツイッターはファンタジーじゃないですか。それこそ前の質問に答えましたけど、ダンテ、ジョー、ベヨネッタ、自分じゃないキャラクターを描くっていう憧れ、楽しさ、それがツイッターに現れてるんじゃないですかね。僕の憧れるあれに憧れたらやばいよな。でもこれ俺だけじゃなくてみんなそうじゃない？みんなだって SNS で好き勝手書いてるじゃん。あんなことみんな私生活で言わないでしょ。私生活で言わないことみんな SNS で好き放題言ってるじゃん。同じですよ。あなたも同じです。そういうことじゃないですか。多分そう、両方お楽しみいただけたらね、動いて喋る僕はこれってことで、テキストの僕はあれってことでね、一つこれからもよろしくお願いします。はい、ということで、じゃあ多分次はまた場所移るんですかね。今日これからクローバーズの花見なんですよ。花見の前にちょっと早めに撮ってるところなんで、今からお酒を、もう桜ほとんど咲いてないですけど、お酒を楽しみたいと思います。じゃあまたお会いしましょう。チャンネル登録、グッドボタン、コメントよろしくお願いします。じゃあね、バイバイ。